皆さん、おはようございます。スティーブテック支店のスティーブです。また自撮りですよ。まだ慣れてないんですけど、とりあえず今日はまた面白いお知らせというか、新しい車のご案内ですね。私は先日、こちらにあるスターレット、それとあちらにあるクラウン、日本から持ってきた車の投稿して、その動画市場インプレッションというか、初めてアメリカで走らせましたっていうテーマで、あまりにもすごい視聴が多くて、コメントもたくさんいただいて嬉しいですよ。コメントいつでもいいですよ、いただきたいですね。なるべく返すようにしているんだけど、日本語打つのはちょっと遅いのはご理解いただければと思います。今日はまたもう一台のクラウンじゃないですか。はい、もう一台のクラウンを日本から持ってきましたよ。白いクラウン、先日の動画に出てた、もう有名になっているクラウンですね。分かってるよ皆さん。はい、車高がもうちょっと低くてもいいんじゃないかっていう気持ちがよく理解できます。ただこちらの道路の状況がひどいので、日本と違ってもうこれ以上は下げられないことということで、ちょっと許してくださいね。分かってるからね。もうちょっといけるんじゃないかって。分かるけど、おっさんしようっていうことにしようか。こいつが先日届いたバカです。はい、年式は1年が違うかな。これは90年式かな。平成でいくと、分からない。1990年、1989年のクラウンですね。こちらのやつがもう同じジャンクションプロデュース仕様ですね。やっぱり車高がまだこの自撮りは慣れないな。ごめん。とにかくここで見れるかな。はい、離れていけばいいのかな。じゃあ車高が高い。これはもう高すぎる。ダッサ。わかる？ダッサ。なんだけど今から、近くのタイヤ屋さん、車屋さん、知り合いのところに持ってって車高を落としてもらいましょう。ところでお願いなんですけど、チャンネル登録よろしくね。あとサムズアップ、みんな前向きに毎日やっていきましょう。こいつもなかなか程度いいですね。綺麗な車両ですよ。これも日本人は本当に綺麗に、特にこういうおじいちゃんとかおじさん仕様の車が、匂いは日本の匂い。しかし、ポッピーない。あっちから借りよう。おっさんのこのカバー、レースのこのシートカバーがないのはどうでしょうか。ない方がいいかな。でもない方がかっこいいんだけど、でも当時の雰囲気、当時のそういうおっさん仕様っていうものがやっぱりあった方が似合うよね。もう何よりちょっと車高がちょっと恥ずかしいぐらい高い。後ろがこういう感じで、こっちのマフラー好きですね。こっちの方がこっちよりいいんじゃないのかな。当時のダッシュがまた最初の隣の白いやつと違うんですね。かっこいい。本当に。あれ？カードが導入されてません。カロツァリアじゃないのはちょっと寂しいな。でも昔のカセットがあるんでちょっと出してみよう。チェッカーズとかさ、安室ちゃんのカセットあったかな。少なくてもチューブとかあるんだろう、スティーブのコレクションには。白いクラウンとの違いが面白いですね。まず変わらないのはこれですね。ほら、スイング。スイングして、してる。ほら、動いてる。これはやっぱりね、当時もね、子供の頃これ初めて見た時にすんごいびっくりしたな。日本車で初めてできたオプションなのかな。すごい面白い。それと当時のラジオ、やっぱりカセットだね。こんなでかいやつ。これやっぱりカロツェリア仕様にしないとね。あと結構隠れる、いろんなものを隠す
隠れる場所が多いな。お、プッシュがいろんなところにプッシュって書いて、プッシュしても出てこないぜ。ほら、割れたかな。ここもプッシュが多いよ。わあ、いいね。灰皿。90年代のタバコの匂い。すごい。ポッピー入れよう。この車に。これは何なんだろう。メーター切り替え。ほら。若者にこれをこう見るとダサく見えるかな。それかレトロっぽくてこういうのあるのか。最初のビデオゲームもこういう感じだったよね。こういう画面かっこいいね。で当時はどんどん車が複雑になってきた頃だよね。これは何でしょう。お、クラクションだ。あ、ここもいいよね。プッシュといえばプッシュじゃないんだけど、これほらレアのシートを動かないのかな。コイン入れだよね。かっこいいカバー付きで。当時みんな何を隠してたのかな。おっさんたちは何していたんだろう、車の中で。考えたくない。あとはあれ、トランクリリースとここもなんか、お、またもう一つの隠れ場所。こんなにあってどうするなよ。何を隠してたのかな当時。わかる方コメント残してね。面白い。気に入った車です。乗り出して最初の印象、まずはスムーズ。ちゃんと日本の車が整備されてるよね。車高を落とすとこんなにスムーズに走れなくなるかもしれないんだけど、ちょっと、変わるんだけど、でもそれは楽しいこと。でもね、スムーズ、静か。さすがに高級車。お客さんを乗せてこうタクシーとか。もうなんで90年代にこの車が人気だったのかっていうのは今でも分かりますよね。今でも高級感がある。そんなにね、25年経っても古いところは古いんだけど、でもなんかね、いいよね。今こういう車が新車であってもまだ高級扱いされるんだろうな、多分。ただ白いクラウン君と同じく3000の cc の力がちょっと足りないよ。ダメだね。高級車にやっぱりもうちょっと力がある。やっぱり4リッターのエンジンだな。私は当時のかっこいいおっさんだったら4リッター車にやったと思いますよね、本当に。でももうしょうがないよね。小さな文句だけ。前も言ったように、こういう車がやっぱり速さとかスピードとかああいうのよりもクルージングだな。こういう感じじゃないですか。クルージングで、もうアメリカでも日本でも当時同じだったんだろうな。ちょっとかっこいいやつはかっこいいんで、このセダンに乗るかっこいい人もいたかな当時。それかおっさんしかいなかった。どっちかな。でも今面白いよね。25年前のあんまり当時かっこいいと思われなかったものが時間経つとかっこ悪いものがかっこよくなるという流れがあるんだね。面白いよね。結構面白い。この車じゃ車高を落としてまたドライブに行きましょうね。それで忘れずにチャンネル登録とインスタグラムスティーブズ POV ワンワードで STEVESPOV スティーブズ POV のフォローもよろしく、チャンネル登録もよろしく。それといつも言うんですけど、サムズアップだね。サムズアップ。これタイヤ屋さんのおっさん、ほらタイヤ屋さん。 Say hi, man. Hi, man. Okay, that's the tire shop guy. We're going back to Japanese. サムズアップと
チャンネル登録もよろしく。